今回はストリートファイター0比較ということで、プレイステーション版とサターン版の比較します。さあ、違いがあるのか見ていきましょう。まずはオープニング比較いきましょう。左プレイステーション、右セガサターンで、上がアーケード版プレイステーション2版になっております。結構違うんですよね、同キャラだったりで、アーケード版はねナッシュになってるんですが、サターン版そこは再現できなかったみたいです。プレイステーション版、セガサターン版の違いがあるのかどうか見ていきましょう。まずはプレイステーション版、プレイステーションストリートファイター0アーケード版、1995年6月27日稼働開始から約半年後の1995年12月22日に発売。モーションは削られているものの比較的出来の良い移植作である。で、ロードは長めであります。その比較はね、また後のコーナーでやりますよ、ロード比較ね。サターン版ストリートファイター0、プレイステーション版の販売から約1ヶ月後の1996年1月26日の発売。1ヶ月ですがね、この1ヶ月の差は大きい。プレイステーションユーザーは年末に遊べたのに対して、セガサターンユーザーは年明けですからね。ハードの性能上、プレイステーション版よりも移植度は高くなっております。ロード時間もね、プレイステーション版よりも早いです。プレイステーション版、セガサターン版、ストリートファイター0の主な違いですが、プレイステーション版は家庭用オリジナル追加要素としてバイオハザード、ストリートファイター2ムービーの紹介動画が見れます。先ほど見てもらったオープニングですが、プレイステーション版は竜の同キャラですが、セガサターン版はちゃんと竜と剣になっております。そんな違いがあります。さらに裏技なんですが、ドラマティックモードのプレイの仕方にも違いがあります。プレイステーション版はアーケードモードを難易度5以上でクリアするとドラマティックモードが出てプレイできるのに対し、セガサターン版は特定のコマンドを入れることによってプレイすることができます。 BGM はね、両方とも著作権の問題で通常のベガステージの BGM となっております。ロード比較いきましょう。プレイステーション、セガサターン、ロゴが消えた時点でロードカウンター開始、まずは起動ですね。コンバーター上ね、ちょっと多分一旦電波が切れる、電波っていうかあれが信号が切れるんでしょうね。で、一回つき直します。で、本体自体はロードしております。さあ、違いが、ローディング来ました。プレイステーションストリートファイター0、あそこでストリートファイター0ってプレイステーション出るんですね。はい、セガサターン、カプコン 26.15 秒 26.15 秒です。プレイステーション版まだ来ない、来ました。 35.33 秒、その差はマイナス 9.18 秒です。結構ね、10秒近い差がつきましたね。さあ、キャラクターを選択して画面が消えてからの戦闘までのスピード、そちらも見ていきましょう。結構重要ですからね、これ。はい、カウンタースタートしております。Now ローディング中の文字も違うのもね、特徴ですよね。セガサターン版とプレイステーション版。この多分 Now ローディングっていうデータも多分プレイステーションが大きいのかな。なんで時間かかるのかな。そんな感じもします。はい。出ました。11.23 秒。セガサターン。プレイステーション 13.95 秒。その差はマイナス 2.72 秒。ほぼ3秒差ですね。思ったより差はないです。さあ、コンティニューしてからの復帰。さあ、どっちが早いか見ていきましょう。実はね、この後話すんですが、本当はすごくプレイステーション遅いです。さあ、行きましょう。ここのロードもだいぶ負けてる。いや。さあ、15.81 秒でございます。さあ、プレイステーションまだ来ない。やっぱり2回ロードが入ると差は結構広がりますね。 25.36 秒です。その差はマイナス 9.55 秒、ほぼ10秒、かなり長い。実はですね、コンティニュー行くまでに実はプレイステーションね、もう1回ロードがあるんです。今回は次のねコーナーでお話ししましょう。はい、次の試合までのロード見ていきましょう。さっきのねコンティニューの時にはね省いたんですが、実はプレイステーション版ここで1回ロードが入るんですよね。この退屈な攻めばかりじゃっていうのを出すのに、はい、ロード入るんですよ。なんでかなり
コンティニューからの復帰も本当はもっと長い10秒ぐらいプラスになるのかな。はい、来ました。次のまでの試合、セガサターン版 14.40 秒。さあそれに対してプレイステーション版長いぞ長いぞ。ロードがねただでさえ長いのに1回分多いですからね。 26.68 秒でございます。その差はマイナス 12.23 秒。結構差がつきました。グラフィック &BGM 比較いきましょう。タイトル画面なんですが結構違いますよね。で発色は多分コンバーターの差もあると思います。セガサターンの方がねはっきり色が出ております。でも色合いもちょっとなんか違うような気がしますね。さあソドムステージ、まずはプレイステーション。セガサターン、同時比較です。さあナッシュでございます。ナッシュステージプレイステーション。セガサターン、さあ次の試合アドン。セガサターン版、さあ同時さあそしてラスボス竜です。プレイステーション版、サターン版、ということで今回はプレイステーション版セガサターン版のストリートファイター0、こちらの方をね比較しました。いやープレイステーション版もね結構両一色なんですが、やっぱりちょっとね削られてたりモーションがちょっと削られてたりする部分があります。完成度的にはやっぱりねセガサターン版の方がね2D 格闘技と相性がいいのが完成度的には高いです。やはりねやっぱりプレイステーション版のネックといえば1回ロードが多い、顔が出るまでのロードが多いっていうのがやっぱりすごく欠点かな。他はそこまでね、あとコントローラーなんですが、やっぱりね6ボタンのねセガサターンのパッドの方が各コンの格闘ゲームとは相性がいい。やっぱりね LR でね技を出すのがねちょっとね慣れないとね難しいということで、今回の動画はここまで。また次回ねいろんな動画を作っていくのでそちらもよろしくお願いします。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。それではバイチャン。